末政貞子さん、当時11歳。爆心地から約 2km 離れた三笹本町で被爆しました。長蓮の手旗信号の後、文房具店の中におりました。そして見てたらね、男の子が一人おりましたよ。男の子。これはね、文房具店のおじさんですけどね、一人もう一人おったです、男の子が。ほいで二人がこう見よったらピカドーンね、光と爆風でね、もう本当どう言いましょうか、もう一斗ガンガンの中に頭を入れて外から叩かれるようなね音でしたね。光とかはもう目をつむるから暗闇のような感じですね。これ赤と黄色と黒が混じったような、だから黒が近いですね、灰色ですね。だから後に半開きした時にはその赤土がもう舞い散ってガラスが飛び散るっていうんですね。長くは目をつぶっておりませんからね、何事だろう言うんで、もう逃げよう逃げよう言うてね、お逃げよう言うてね、じいちゃんが言ってくれたんですよ。それでさわっと気が付くんですね、逃げないけんこと。逃げる時には大芝公園行かねえけんのじゃいうことで気が付いたんですね。だから何秒経ったかね分かりませんけれど、一瞬はっと気が付いて一歩出ますとね、本当に燃え盛る街の中ですね。狭い道路はね、火の粉が降りかかって、それから長いこと熱風ですね。それはどんどん夕方ぐらいまで続きましたですね。迷子の子もおるし、もう家から火が吹くし、みんなねギャーギャー言う人はね子供ですね。みんな大人はね「みちこよりこ」っていう声が聞こえとったのを覚えておりますね。私はお母ちゃんお母ちゃんお母ちゃん、そして行くとこがもう決まってましたからね、必死ですよね。私たちの家族はですね、親戚も全部お花見とかお祭りなんか全部会食するんですね。それがね、大芝公園っていう今もこの記念碑があるんです。ここまで埋め立ててあるけど、これは完全に残ってます。ここにね戦争で亡くなられた何々元帥の墓とか大尉の墓建立いうてね、後ろ刻んであります。だからここで集まろうねっていう約束があったんですよ。それで私はねなかなかねそういうところにおりましたからね、火が道を塞いでおりましたから、お母さんは家ですからねちょっと近いんですよ。3人おばあちゃんとお母さんと弟と、一緒に手をつないで逃げたらしいですけどね。私はちょっと時間かかってね、それで貞子が来るのを待ってたんですね。でおじさんおばさんも来ました後にね。それで母がこのやけどしてるんですけれど、そのやけどしてるのはね、この昔ね戦前は瓦をちょん切ってガラス窓作ってたんですね。台所火が入るように。今も田舎へ行ったらこういう天窓があると思いますね。ガラス窓越しにやけどしたんです。だから家の中におってもガラス越しからやけどするんですよ。それからそのガラスがね頭から降り込んできて大怪我して血だらけなんですよ。向こう岸の工兵隊はもう火がついた一棟か二棟焼けとりまして、残った兵舎もありましたけれど、飛び込んでね、ほんと死体が道潮で神の方へね死体が流れていくんです。川の中の黒いのは本当に死人ですね。そこに避難してくる人はね、水をください、とにかく水が欲しいんですね。その水をお嬢ちゃん水飲ましてっていう避難してきた人はねくれ言うんですよ。だから私はねカンカンをサバ缶が3つぐらいあったのね、3つ持てばいいのにね、子供ですから1つ持ってね川の水を汲んで何べんも運ぶんですね。
そして飲ましちゃいけんで死ぬで言うてねおらぶんですけどね、その辺の人がね、でもねどうせ死ぬなら飲ましちゃえよ言うてね、お母さんにも飲ましたしね。私は本当あの頃からね、もう看護婦さん、もう自分がもう病人になったつもりで、今もそうですけどね、本当にそういう気になっておりましたね。たかが11年しか生きてないのにね、やっぱり人の命っていうのがね分かったと思いますよ。これは工兵隊の橋ですから、工兵隊も火に包まれておりましたね。そして流れるこれが黒いのは皆死体ですね。ネズミ色です。ピンクの方もおられたけど、だけどあれは今死んじゃったばっかしのようなね、まだピンク肌色いうのがね、全部ネズミ色。それで、川にこの大芝公園の土手がね、私らお祭りなんか、そして運動会とかお花見なんかしていた広いね原っぱですけどね、それが血だらけの人の全部ね座り込むいうどころじゃないね、もう死にそうな人もここにおりますけどね、血だらけの人ばっかしが水を求めて寄ってくるんですね。元気な人はみんな道を通って逃げれるんですけどね、私らはもうここが行き着くとこなんです。これは親戚の材木店ですからね、先客がもう逃げちゃって、そして私らねこれはね、私の母が大やけどしとるからね、薬がないでしょ。だから毒ダミを、この床の下の方にある毒ダミを水で立てるんやね、立ててね柔らかくして、それからしつけてあげるんです。そしたらね1日するとね、1日もう真っ黄な海がね1ミリぐらいポロッと取れるんです。きれいにね取れるんですよ、毒ダミが。毒ダミの葉っぱがね、これはねこれしかなかったです。どうどう人をこう見るとね通っていきよるんですよ。で外見てねどうなっとるんかねってから夜出てみるとね、ちょっと大芝公園は高台になってから市内が全部見えたんですよ。ただね人を流した川がほんとキラキラ光ってる。そうでね、波は光るね、お月さんが出とったんがね薄暗くても光ったですよ。だから見えたね、島まで見えましたよ。今でもちょっと高台に行くと根の島まで見えますからね、広島っていうところは狭い町ですよ。土手になんか食べるものがないかなと思って出てみたら、そうですね集まっておいでって言ってね声がしたんや。そしたら大芝公園の記念碑があるでしょ。私らが避難したとこまで500メートルぐらい、そこまでね行ってみるとね、上根の方の千代田町で、今は千代田町って言うんですけど、あの方の方がね銀飯をねおむすびにしてね、フキの葉っぱかそれからごぼうの葉っぱかにねまん丸い銀シャリですよ。私ら戦時中はね食べたこともないね、見たこともない、そんなのが一人一個ずつ、一日ね一個ずつですよ。それでありがたいありがたい言いながらねグラム数に言うと250グラムぐらいですね。食べ物ね、今でもこれをね思い出してね作る時がありますよ。こんなんよ、これをもらったんよ、おいしいよ。これは全部人間と人間との争いでね、自己主張の最たるもんですね。もう仲良くしてね手を取り合って分けようってね、自分の口に入るもんも人に与える、先与えるというのが私はね精神ですね。だからねもう今でもね原爆は思い出すけれど、それ以上のね国がなくなるんじゃないかというような恐怖心ですよ。平和はもう今ないですね、私には。平和とは思わんですね。もう戦争嫌だ。
泣けてくるわ、ね、仲良くしてね、みんなでね、仲良くしようよ。私はね、もう死んでも平和のために語り部をします。